여러분 안녕하세요. 모고모고입니다. 今日はリクエストがあったんですけれども、정명공주、선조の娘で광해군の腹違いの兄弟になりますよね。彼女の波乱万丈の人生を今日紹介したいと思います。じゃあ、1603年、お城ではすごい大騒ぎがありました。お城の中に鬼が現れたんですよね。みんな大混乱の中、陰木王后は一人の女の子を出産します。彼女の名前が정명공주ですよね。尊女にとっては初めての正室の子供になります。この정명공주が生まれたという話を聞いた鬼は安心することになります。はい、実際この鬼の騒ぎは陰木王后が息子を産めないようにした광해군グループの仕業だったんですよね。つまりストレスを与えて流産させる魂胆だったんでしょう。でも、광해군にとっては女の子が生まれたので、まずは一安心したことにはなりますね。で、女の子が生まれたという知らせを聞いた尊女は、内心、男の子じゃないのかというがっかりはしたとは思いますが、もちろん公主がアバママというこういった愛想を振りまうと、やっぱりですね、すごく可愛がってたらしいですよね。もちろん、尊女は광해군のことは全く見てもくれなかったようなんですが、で結局その3年後、尊女の望み通りに영창대군という、つまり正室の息子が生まれますよね。尊女は笑って광해군が泣いたんでしょう。で、尊女が亡くなった後、광해군は정명공주のことはすごく可愛がってたらしいんですけれども、やっぱり영창대군のことは、立場もありますので、かなり距離を置いた接し方をしたらしいんですよね。この時の記録によると、この영창대군は、俺も女の子で生まれたらよかったということをずっとお姉ちゃんに言ってたらしいんですよね。6歳、7歳の子だったので、こういった気持ちもあるでしょう。영창대군は광해군と仲良くなりたかったと思います。でも結局王族の残酷な人生ですよね。영창대군は結局8歳で광해군の政治的なライバルになる可能性があるということで殺されて、そのお母さんである陰木王子は他の城に追放されますよね。この時にもちろん陰木王子の娘であった정명공주も一緒にお母さんと追放されますが、정명공주の12歳の時に弟の死を経験して、その4年後、16歳にお母さんと一緒に追放されるという、思春期の時からかなり苦労する人生でした。で、結局お母さんと一緒に、特殊軍というところに閉じ込められますが、この時に実際陰木王子は陰木祖軍という、側室扱いになります。そして정명공주も実際側室の娘である옹주扱いになるべきだったのに、さらにひどい平民扱いになりますね。で、この時に광해군グループの家臣たちは、公主は他の追放地にという主張をしますが、一人しか残ってない自分の子供を守りたかった陰木王子は、公主は死んだと言って、実際この정명공주は5年間公式的には死亡したことになります。つまり世の中でいなかったという人なんですよね。とにかく陰木王子と정명공주のこの追放生活はかなりきつかったようですね。一応陰木王子の基準で書いた血中일기という文章によると、食事も足りなく掃除もしてくれない、部屋は虫だらけだという記録があります。それと、重病にかかっても薬もない、布団も足りないから冬が怖いという記録がありますので、かなり王族なのに扱いはひどかったようですよね。その中、息子も失った陰木王子に元気出して欲しかった정명공주はいろんな文章などを書いてあげたらしいんですけれども、ちなみに皆さんが今ご覧になっているこの絵は정명공주が書いたと言われている화정という文字なんですよね。で、これが日本の方は漢字を使っているから見たらわかると思いますが、女性よりは男性の筆跡に近いスタイルなんですよね。実はこれはお父さんであった尊女の文字を真似して書いたらしいです。とにかく정명공주はお母さんが元気を出してほしくて
限られた生活の中でお母さんを喜ばせるために文字などをかなり練習してたらしいですよね。で、その中、この二人にチャンスが訪れます。15代王の광해軍が16代王인조によって追放されるんですよね。この時の一番の名分は、母上、つまり陰木王子を追い出した。お前は儒教の国としては認められない人だ。ということで、광해軍を追い出すわけなんです。なので、実際は인조にとっては、この陰木王子と정명公主はすごく歓迎するべきの人物でしたね。自分の正当性のためなんですよね。なのでこれによって陰木王子と정명公主は元の身分に戻り、お城に戻ることにはなります。で、この時정명公主は21歳でした。なので16歳に追放されたので約5年か6年ぐらい追放生活をしたんですよね。これによって陰木王子と정명公主はお城に戻って、かなりいい生活に戻りましたけれども、こうなってみると陰木王子には心配がありました。정명公主が21歳です。当時朝鮮はだいたい15歳だったら女性の場合は結婚をしたんですね。でも21歳はかなり遅いんですね。なので陰木王子としては早く정명公主に結婚をさせたかったんでしょう。それを인조に相談したら、인조はすぐ強化して、クーデター成功した3日目で간택というのが始まっちゃうんですよね。つまり간택は全国に広がるので、인조にとっては、王権が変わったということと、自分は本当に悪い人を追い出した英雄だというイメージがつけられる大イベントだったので、早速この간택を進めますね。ただ、この간택も公主の年齢で前後2、3歳までというルールがあったので、もう朝鮮時代は結婚が早かったので、21歳の정명公主の前後2、3歳はほとんどいなかったんですよ。で、全国を探り出してやっと9人ぐらい集めたんですけれども、その中で1人が選ばれますよね。この人が홍주원ですよね。ただし、ここで少し問題があったんです。홍주원のお父さんがこういった話をした記録がありますが、息子はお母さんのお葬式のため結婚が遅くなっただけ、すでに婚約者がいます。はい。当時、홍주원には実際婚約者がいて、お母さんが亡くなったので、その朝鮮時代はお葬式を3年やったんですよ。なので、その3年間のお葬式をやっている途中でしたという話をしたんですが、これを聞いた인조はお父さんを追放してしまいますよね。で、その後、普通に予定通りこの2人は結婚することになります。で、これを見ていた陰木王子も、この홍주원という男がかなり気に入ったらしいんですよね。実際この2人もかなり仲が良かったみたいで、2人には男の子が7人で女の子が1人いました。ちなみに、この2人の子孫が後に佐渡世者の奥さんになる、つまり정조のお母さんになる해경궁 홍氏です。で、인조は先ほど言ったように、この公主の結婚式を自分のクーデターの名分のための大イベントで計画したと思います。なので、すごいプレゼントをいっぱいあげるんですけれども、当時には家臣たちもちょっとハテナマークがつくぐらいの大きい屋敷をプレゼントしたり、すごい土地をあげたり、たくさんの使用人も全部あげたんですね。で、さらにスケールが違いますけれども、現在韓国のチェジュ島あたりにある島を丸ごと정명公主にあげるんですよね。想像を超えるすごい待遇でしたね。ただ、その정명公主、ずっと幸せであればいいのに、また危機が訪れます。1632年、お母さんであった陰木王子が47歳で死去することになるのがその原因です。ちなみに、陰木王子があんなに呪っていた광해軍は、追放地で66歳まで、1641年まで生きているので、陰木王子はあんなに殺したかった광해軍より先にこの世を去ってしまいますよね。多分かなり苦しかったと思います。
まあ、とにかくこの陰木魚子が亡くなった時に、その葬式の準備の中である文章が発見されますが、その中の内容は簡単に言いますと、陰女を廃位するという内容が書かれてたらしいです。これを聞いた陰女としてはかなり悲しいことなんですよね。実際陰女の場合は、この陰木魚子の病気の面倒を一生懸命して実際体調を崩すぐらいだったのに、そのお葬式の時に自分を廃位しようとする文章が発見されたんです。そして陰木魚子は実際呪い専門じゃないんですか。陰女の呪いを行ったという証拠もありましたね。これを見た家臣たちはやっぱり関係者を処分しましょうというお話をしますが、この場合、正面公主の立場はかなり悪くなります。つまり反逆者の娘になりますので、また追放か、ひどい場合は死刑まで覚悟しないといけない状況でしたね。ただ、陰女にとっては自分の王様になった一番の名分であるこの陰木魚子が自分を廃位しようとした証拠が世の中にバレてしまったら、とっても立場が悪くなりますので、これをすぐ燃やしてなかったことにします。これによって正面公主は何もなかったことで普通の生活には戻りますけれども、ただ、陰女との関係はあんまりうまくいかなくなったんですよね。なので、正面公主も頭を使います。当時朝鮮では、世界最初の日刊新聞であった조보というのがありましたけれども、これは正面公主は毎日見てたらしいけれども、これを見るのをやめました。それと、文字を書くのが大好きだった正面公主は文字を書くのもやめました。で、それで普通の女性のように縫い物ばっかりやりながら生活することになりました。政治には興味ありませんというアピールをするためだったでしょう。つまり自分を守るための策だったと思います。で、正面公主は陰女がなくなる、その後の17年間ずっと緊張状態で、ある意味では追放よりもっと緊張してきつい生活をしてたと思います。今のエピソードでわかるように正面公主はとても賢明で頭が良さそうで空気も読めるような女性だったらしいです。当時朝鮮のいろんな学者にすごく尊敬されていた孫子열という人がいましたが、この人が正面公主を評価するコメントがありまして、謙遜の持ち主で礼儀正し、尊敬せざるを得ないお方という記録がありますので、正面公主はとても素晴らしい方だったと思います。こういった正面公主の素晴らしさを見せてくれるもう一つのエピソードがあります。実際秦によって朝鮮全体が戦争に巻き込まれた時に、人たちが船に乗って川を渡ろうとしている時に、船があったんですけれども、その船にはすでに正面公主の宝物がいっぱい乗っていて、人が乗れなかったらしいですよ。これを見ていた正面公主は自分の使用人たちに、宝は全部捨てて民衆を乗せなさいと言ってて、宝を全部本当に捨てて人をいっぱい乗せてから避難をしてたらしいですよね。これを見ていた当時の民衆の記録は、公主の家紋に栄光あれを今からずっと子孫たちも幸せになれと言ったらしいですよね。そのおかげかわかりませんけれども、実際正面公主の子孫たちは基本的には特に問題もなく幸せな人生を送ることになります。で、戦争が終わった後、陰女が亡くなった後でもですよね、実際その陰女の息子であるヒ正とか、孫であるヒ正とか、やっぱり政治的な立場によってずっと正面公主を一応警戒するような様子がありましたが、やっとすごい正当性と王権の持ち主、숙종の時代になったら、숙종はむしろ正面公主を王族の一番VIP として待遇してくれたらしいですよね。実際皆さん見たらわかると思いますけれども、숙종にとって正面公主はおばあちゃんのおばあちゃん、正面公主にとって숙종は孫の孫です。正面公主はお父さんである선조、そして광해군、인조、효종、현종、숙종まで朝鮮の王の中で6人と一緒に同じ時を生きた人物になりますよね。ある意味ではとてもすごいですよね。숙종の時代になってやっと幸せな人生を送った正面公主は82歳に死去することになります。1685年のことでした。
朝鮮の王族の情勢としては一番長生きして、実際朝鮮の王族の全体をまとめてみると、4女の次、2番目で長生きした方なんですよね。で、この方が亡くなる前に残した遺言がかなり私の心に響いたので、ちょっと皆さんに紹介してみたいと思います。他人の非難を聞いたとしても、それを他で言わないこと。人を判断しないこと。たとえ死ぬことになっても言葉はきれいに使うこと。つまり人生の半分以上、半分以上というか人生全体を緊張状態で生きていた정령公主。その中で、やっぱり言葉というのが持っている重さというのをよく分かっていたお方でしたね。じゃあ今日はここまでです。次は、朝鮮の気になるあれこれをお話ししてみたいと思います。今まで皆さんからいただいたリクエストのまとめみたいなものにはなると思いますが、たまにはこういった軽いテーマも楽しいんじゃないんでしょうか。今日も聞いてくれて여러분 진짜 고마워요. 안녕.